なんですかね、まあ、年齢的にも、まあ、みんなよりは上ですし。帽子はそれファッションですか？帽子はちょっとハゲてて隠してます。ハゲハゲてるんです。はい。どれぐらいおハゲになってるんですか？なんか反町さんに似てる。あ、確かにめっちゃかっこいい。かっこいい。結構俺かっこ今ビビビビってきたわ。いやす。デカアザラシ歯磨き。なんか僕逃走中のナレーションの声真似が聞こえた時に6億だ漁師代表も自主を選んだようだ。バカと成功者は割とはい紙一重説はあるから将来の夢が自分海賊王になりたくて、ハゲてて。なんかちょっと、まあ、言い方悪いけどツンツンしてる感じのなんかふにゃふにゃ態度悪いなっていう感じはあるんですけどね、最初の入り方は。過去に自分がホストした時はまたちょっと言えないことというか、そういう方で少し一瞬捕まっちゃいました。はいはい、はい、お願いします。血のねかなとと言います、神奈川から来ました24歳です。今日はお願いします。お願いします。カナとね、はい自己アピールお願いします。はい、今回応募させていただいた理由が、もう本当にローランドさんの、大ファンということで、僕が中学校ぐらいからずっと好きでした。中学生おー、なんかそれは何持ってきてくれた？一応本当にローランドさんのファンだっていうことを示すために、これサイン本、あー、本当だ。あとアブラサスとのコラボした時の財布、一番最初にバイトしたやつちゃんでと使ってる。貯めたお金で、もう自分を信じろ。モットーです。ああ、自分を信じる大事だよね。はい。自分を信じるのが自信だからね。そんでそっちはこ履歴書。っちはそうです、履歴書今日ちょっと初めてじゃない履歴書ちゃんと書いてきたの。いただいてお願いします。おお。じゃあ簡単に経歴を書いてみました。というか普通に、なんかまず見た目も好印象なんだけど、清潔感もあるし、てか熱量がやっぱさ、ありがとうございます。一番感じるかもしれない。なんかやっぱ他店じゃなくてローランドグループ正解って感じする。そうですね、本当にホストっていう仕事自体はもちろん好きなんですけど、ただやっぱりきっかけがローランドさんで、ローランドさんがホストやってなかったらある意味ここに来なかったと思うので、どうせ働くんだったら絶対ローランドグループがいいなと思ってますし、風営法改正される前から売りかけをしないとか、そういうのすごくこうローランドさんだからめちゃめちゃ知ってる。のブランディングって言ったらあれですけど、その他店がそういうのやってない中でも最初からその自分の売り方とかグループとしての見られ方みたいなのやられてて、絶対ホストやるんだったらローランドグループがいいなっていうので応募しに来ました。いや嬉しいわ。そして勤務あれだよね、勤務開始日が10月になるのはちゃんと引き継ぎをするからだよね。そうです。やっぱ前の職場に対してのリスペクトもちゃんとあるっていうのはね、めちゃめちゃ大事なことだからね。はい。なんだ、いい子すぎてなんか。ありがとうございます。喜びます。もちろん人としてもめっちゃ良さそうだし、熱いっていうのが伝わってくるんだけど、ちゃんとホストとしても嬉しそうですね。ああ、嬉しい。女性にはモテます？学生時代モテた？まあそうですね。いやめちゃくちゃモテたっていうわけじゃないんですけど、まあぼちぼちっていう感じですね。はい。今まで彼女って歴代で何人いました？4人ですね。4人。はい。で一番長くてどれぐらい？ 2年半。短くて一番3ヶ月。そう。理由は聞いていいの？3ヶ月は、僕が好きすぎて、すっごい熱量で言ったんですけど、相手の好きが僕の好きより全然なくって、いやちょっと重いじゃないですけど、俺の愛情についてこれねって。いやまあそうですね。去るもの追い越すじゃないですけど。すごい素晴らしい名言ね。そうですね。愛情の伝え方はどういう伝え方したのかな。いや本当に好きだよとか、ベタなやつばちゃんと言えるタイプなんだ。言います言います。恥ずかしくなく、好きって言えるタイプね。ちょっと恥ずかしいですね。ちょっと恥ずかしさはあるんですけど、やっぱ言葉にしないと相手には伝わらないかなって。まあ言葉も LINE のメッセージでも好きだよとか、まあそういうのは言ってました。じゃあお母様にさ、面と向かってありがとうねとかっていうのって意外と恥ずかしかったりするじゃん。そういうのはさ、どうなの？言えるのかな？言えますね。それこそ20歳になった時に母の日にお母さん
シンガーソングライターユーリっていうのが好きで、ああドライフラワー有名じゃないですか。だからそのドライフラワーを送って手紙を書いてこう渡すときに本当に今までありがとうじゃないですけど、まあ、20年間育ててくれて、まあ、ただその大学とかもあるんでこれからもお願いしますっていうようなことはうまく伝えて、まあ、それすごい喜んでくれて今でも実家に飾ってある。なんかさ、めっちゃいいですねすぎるやん。あげてよかったなっていうのは。いやでも君は頑張ってこうもう責任持って許させるよ。なんか言うことないな。完璧っす。完璧やな。はいあ、今日は話したあ、はい、もう一番最初にローランドさんのところに来て、かましてやったあんまりかませなかったかもしれないですね。あんまかましてない普通になんか面白くない受け答え、真面目に答えちゃったなっていうのはあるんですけど、かましてけよ。一発芸で。いいね。一応仕込んできました。いいね。じゃあ、いきます。和式、洋式、劇団式。続きまして、からのそうですね、一一応応用意しました。してきた。いきます。デカアザラシ歯磨き。続きまして、まだ続くの。すごい。ウルキゼロ石焼き芋。お、来た石焼き芋来た。石焼き芋早すぎるだろ。失礼します。はい。普通にいい。すごいいいっすね。普通になんか突っ込みどころがなすぎて思んない。どうぞ入ってください。じゃあ自己紹介お願いします。現在は亮です。32歳です。 32。はい、よろしくお願いします。なんかダンディーな感じですね。じゃあどうぞ。失礼します。はい。りょうくんですね。これさつきのちょっと知り合いよね。はいと一緒に働いてた。もともと同じグループにいて、うんで、まあ、何年ぐらいですかね、1年ちょっとぐらいかな、まあ一緒には働いてました。え、はい売れてたの彼は。最高売上どれぐらいですか。最高は、1000万。これ1000万プレイヤーなの。はい。おおすごいじゃん。それなのになんでさこう今新規一点新しくうち入ったら掃除組なのとかも多分聞いてると思うんだけど。はい、その1000万打った時が、もうその、まあ、ホストが4年やってるんですけども、もう最初の1年目でして、そこから 1年目で1000万売れたの。半年目で1000万。いやだいぶ早くない。すごい。それここはが一番その4年間の中で一番良かった最初ピークしちゃったんだ。最初ピーク来て気づいたらおじさんになっちゃったんだ。そうですね。そこからなんですかね、まあ年齢的にもまあみんなよりは上ですし、そのプレイヤーの中ではあんま何も言われなくなって、あまあその接しにくいんだよね。その役職多分ねがもうむちゃ上の人でも僕より年下やから、そうだね。何も言われなくて僕基本的にはそれでなんか言ってほしいけど言ってもらえないというか、まあ大体できるでしょうみたいな感じで。なるほどね。帽子はそれファッションですか。帽子はちょっとハゲてて隠してます。あハゲハゲてるんです。はい。どれぐらいおハゲになってるんですか。もう22歳ぐらいからハゲてるんですけど、早いな。でやっとちょっと去年植毛したんです手術したんですね。けど、はい。はい。でもその自毛植毛って言ってその後ろこの自分の毛を持ってくるあれがあるんですけど、それを結構マックスの量でやったんですけど、それでも無理でまだ。今もじゃあおハゲになってると。そうです。薄め薄くて。見てもいいですね。だからほんま多分こうやったら分かるっすね。全然今んとこわかんないけど。ああ、まあでも確かに。上げられる前髪。分かります。確かに。で、植毛しまあ生えてきてセットしたんですけど、急になんかお父さん来たって言われるようになってそれはやめてよ。それはやめてよと言って、でもうまたパパにやるわなんか。確かに。でも神様もさやっぱりバランスってあるからさ、なんかそんだけハゲさせてしまったらちょっとさすがに1000万ぐらい1回売らしてこってやった可能性はあるよね。シンプルに応援してあげたいなっていう。てかちゃんと教えてあげたいなっていう気持ちになんか今なってるな。はい、じゃあ厳正なる審査を持ってまた連絡させていただきます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。なんかね、面白かったわ。彼の苦悩を知ってるんでね、僕は。苦悩してるんだ。
もう彼あれですね TikTok 配信を1日8時間以上するタイプなんですよね。努力家なんだね。で偉いね。あれ営業前も店に来て配信つけて掃除組と一緒に掃除してるんですよ、あの人売っとっても。めっちゃいいだからやつよ。それもあって信頼が厚いんで誰も教えてくれへんみたいなもん逆にああ、いや年齢的なものあるよ。やっぱりさ、32歳のさ、売った経験ある人誰が教えんのって失礼になっちゃうよねってなってさ、誰も触らないじゃん。窓際族っていうか難しかったと思うよ。ここからド新人の扱いしてあげた方が彼の幸せだと思うな。そうですね。うん、だからもう年齢関係なくクレアもさ、ド新人として扱ってあげて。はい。はい。いきます。お願いします。はい。オールインです。お願いします。え、あ、オールインって言います。オールイン。はい。オールインなんてギャンブラー？あ、いや、そういうわけじゃなくて全部かけるっていう意味。うん。ギャンブラーじゃないけど全部人生かけてきたんだ。はい。経験者ですか？はい。経験者なんだ。いどこでやってたんですか？主に北海道すすきの？で。はい。おー、そうなんだね。ホストは6年ぐらいやってバーも合わせて9年ぐらいやってて、過去に自分がホストした時はまたちょっとあんまりその言えないことというか結構女の子の、しんどい思いとかしたのを、見ないふりというか向き合ってきたっていうかは売り上げ上がればいいっていう風に感じて突っ走った時があったんですけど、今はそういう部分ではなくてそのローダさんの動画とかを見て自分も変わりたいと思ってきました。これちなみにだけどなんかそのさ犯罪歴とかないよね、そのお客様とのトラブルだったりとか薬物とかそういうの大丈夫？は直近で言うと一応その風営法が変わってからホストするまでに5年ぐらい出てちょっと南来てから一瞬だけやったんですけど、その時にそのお客様のその、相談とかをしていたんですけど、それがそのお客さんがその詐欺罪で捕まっちゃった時に僕がその相談を受けてたらっていうことで、その詐欺の助長ということで風営法で少し一瞬捕まっちゃいました。不起訴？あ、はいじゃあ嫌疑は晴れた。はい。じゃあ前科はついてないんだね。ついてやってないんだよ。本当不起訴になってるから多分さ、そう嫌疑は晴れてると思うけど、余罪とかはないよね。余罪というか他にはないよね。ない。OK です。ベテランのキャストで、残念ながらインカジに行っていた、オンラインカジノに行っていたっていう事案が、発生しました。単刀直入に言うとクビです。最高売上どれぐらい？ちなみに月2000ぐらい。2000売ってたの？なんか売り方の中身とかもよるんですけどね、金融会社生かしたり結婚先してたりいろんななんか本当になんかそんなイメージがあるんですよね。めっちゃゴリゴリの営業してたんじゃない？正直。なんかそんな感じがすごい出てる。それがあってで自分はその後々、そのやっぱバーとかいろんな同業のお客様とかいろんな一般の方の価値観とかを知っていくうちに自分ってマジでやばかったんだなみたいな。いやそう本当にそう。気づいてそのお金の使う価値っていうのをちゃんと作りたいなと思うと、最後のホストになりたいなっていう。じゃあさ、君はその今までの過去が悪かったことは自覚しつつ変えたいっていう気持ちももちろんあるんだね。そして絶対にやらないぞっていう約束もできるんだね。どれだけやっぱ近道になって手出したくなる時とかも絶対あると思うんですけど、そういう時でもやっぱ出さないで新しいホストとしてやりたい。うち本当絶対ダメだし手出したいって思う時はあるんや。なんかその出てくるんや。もう完全に捨て切った方がいいよそれやったら。1ミリでもそれがあるんやったらうちやったら絶対に雇用できないと思うよ。それは全然ないです一切しないって約束で誓える？自分変えたいっていう人は俺基本的に応援してあげたいなっていう気持ちもあるし、世の中からやっぱりなんていうのかな、そういう売り方をしてしまったホストをやっぱり少しでもねうちでちゃんと正しいエンターテイナーとしての評価のされ方をしてほしいなっていうのはあるしね。だからそういう気持ちで来てくれた気持ちはすごく嬉しいから、君が本当に約束できて変わりたいっていう気持ちがあるんだったら、もちろん前向きに考えたいなと思うから、そこだけねめちゃくちゃ本当に約束してほしいな。
でも逆にさローランドグループでこんだけ一回逮捕歴というか、交流された過去もありで他でゴリッゴリ色恋を習ってきた人が人生変えたいって言ってうちに来て構成させられたら俺はそういう営業方針しかできなくて悩んでるホストもいると思うんだよね、その中で君が変わることによってオールイン君も変われたんだったら僕も変われるかもしれないっていう未来の希望にはなる可能性があるから、なんかその希望になってほしいなっていう業界のためでもある君が多分ここでもし合格して変わるんだったらね OK じゃあ審議しますんで今日はこれで終わりです。また連絡するね。はい。 OK じゃあありがとうございました。ありがとうございます。はい、花はあるよね。なんかホストとしての大事なその見栄えっていう面での花はあるけど、なんか彼を信用してさいいのかなっていう危険っすよ。危険だよね。めちゃめちゃちょっと怖いです。プンプンしてる。わかる。後で話しましょうかみんなで。彼に関しては保留だね。売上とか最高月間とかどれぐらいなんですか？2000 2000すごいね。その時はどういう売り方してたの？色恋本命？半分メインはそうです。なんか心配だな。なんか過去になんかない？大丈夫？その当時はなかったんですけど、そのホストを辞めてもう一度やろうと思った時に女の子の仕事相手の LINE とかで自分ストーカーされてるみたいな相談されてて、それに対して僕はそのストーカーの相談というか、そういうふうにこういうふうに言った方がいいよっていうのが女の子の後々それが詐欺で捕まっちゃったんですけど、僕がその詐欺の助長というかしてるみたいな感じで一瞬だけ買収に捕まりかけたっていうかすぐ出てたんですよ。それめっちゃ怖いな。それがめちゃめちゃ怖い感じ。ほぼ巻き込まれみたいなもんだからしょうがないっちゃしょうがないと思うんだけど、でも自分の選択でそういう風にもなってから結局自分の責任だと思うし俺はね、別に俺も全てがなんかこう胸張れることだらけじゃなかったし、過去なんか掘られたら俺だって悪いことを散々してきたし、今も別に正しいかって言ったら別に俺も正しいと自分で正しいですみたいな感じじゃないけど、でも胸張れるように生きてるし、それちゃんとできんのかっていう心配、胸張れるようにしたいですね。俺厳しいよめっちゃ。自分もここでお金を稼ぐだけじゃなくてつなげていきたい。わかりました。 OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。会長しないですかね。失礼いたします。よろしく。よろしくお願いします。はい。じゃあ自己紹介お願いします。はい、鹿児島県から参りました、25歳橋口克秀です。よろしくお願いいたします。勝秀ね。はい。勝秀は東坂とノアのはい。何同じ工場？小中が一緒で。待って面白い。1個上の先輩なんですよ。普通に売れそうだわ。プレイヤーとして普通にちゃんと売れそうな気がするわ。俺は逸材なんじゃない？ナンバーワン候補だと思いますよ。オーディション組でローランド会長に憧れ、地元鹿児島から東京歌舞伎町に飛び込んだ東坂凛主任。エントリーナンバー38番、鹿児島県から参りました岩本礼二と申します。よろしくお願いします。礼二です。はい。工場でいるんだよな。でも東坂凛とかもさ。そうなんですよ。僕小中同級生で。待ってそうなの？なおかつ何そのイケメンの学校？なおかつその会社も同期で。もともと同じ工場？そうです。こんなやつ2人いたの？何その工場？僕はもともとホスト業界にすごく興味があって、実は5期生のオーディション応募しようと思ったんですけど、正直今の自分じゃ勝負できないなと思って、で次のオーディションまでに自分の中でちゃんと自分を作って準備してから次のオーディションに挑もうと思って、この1年間ちゃんと準備をして、ここに応募させていただきました。満を持して今日来てんだ。はい、そうです。じゃあ試験対策バッチリなんじゃない？これって今スマホにしてもいいですか？僕1年間のスマホにしてもいいよ。頑張りをこうやってメモしてたんですよ。アセットメニューね。そうなんですよ。めっちゃジム行ってる。スケジュールだと思うんですけど、
おすごいね。あこれはよう頑張ったな。豆っすね。他にさ自分以外に、はい。 1年間うちで働くために準備したことある？それが TikTok ライブですね。で結構今やっぱりローランドグループのキャストさんって、その配信結構力入れてらっしゃると思うんですけど、僕もすぐその入った時にすぐにその配信環境になれるためにも TikTok ライブに一応 TikTok ライブやって、一応TikTok ライブってリーグがあるんですよ。A1 から D5 っていう一番下のリーグがあって、それの A3すごい。それどうやったら上がれるの？投げ銭とか時間とかで少しずつポイントが溜まっていって、で A3 までは一応上がったんですけど。じゃあトップステージで今やってるってこと？いやいや、そんなまあ継続しないと上に。だって俺の昨日さめっちゃさ1年ぶりぐらいに TikTok ライブやったらさ D4 だってよいや今日多分すぐ A1 行くと思います。そういうことか。じゃあ頑張ってたんだね。はい、努力はしてるわ。はい。なんか話し方に自信あるからすごいいいですよね。ありがとうございます。そうだね。頑張って売れてもらおう。頑張ります。このバトンつなごうぜ。担ぎ手の誰か地元見てるよ。絶対担ぎ手の後輩がさ、担ぎ手さん挑戦するらしいぞと。はい。僕もいけるのかなって。バトンを回すよ。バトン回すよね。はい。頑張ります。よし頑張れ。はい。はい以上です。ありがとうございました。ちょっと声真似ができるくらいです。何？僕逃走中のナレーションの声真似が割と得意。教えて。じゃあもしユウシさんが逃走中に出てた時のナレーションやってみていいですか？はい。ロープを振ったユウシ代表も自主を選んだようだ。自主だよ。手堅く言ってる俺。録音送ってもらう。自主を選んだの。めっちゃおもろい。手堅く言ったな俺。自主行くんすかね。10万くらいで。早めに。早めに。失礼します。お願いします。お願いします。お願いします。ノロナナスです。21歳です。七瀬。はい、七瀬。本名？本名です。本名珍しいね。じゃあ自己 PR お願いします。自分はサッカー一筋で結構やってきたんで、サッカーはい、まあ社会経験があるかないかではないんで、スタートは遅いかもしれないですけど、飲み込みは早いんで、すぐに触れれる自信はあります。まあ自信はあるんだな。はい。なんかふにゃふにゃ態度悪いなっていう感じはあるんですけどね、最初の入り方は。わかる。めちゃめちゃマイナス査定なんだよな。今からどう挽回してくれるどう挽回するのかっていうのは気になるけど。やっぱりホストクラブってお客様ね、高いタックス料もらって接客させてもらうんで、そんな子にはやっぱお金が生まないようなとは思うし、調査をしっかりしてほしいなっていうのはあるんで。はい。競技歴で言ったらさ、その所属チームってさ、小中高、ジュニアユース教えてもらっていい？小学校は東松山ペレーニアで中学校が FC 東京武蔵。武蔵だったんだ。あ、そうです。久保君とやってたんじゃない？あ、いや、1個多分ずれちゃってて入れ替わりですね。でも同じ感じでやってたでしょ？小学校の時に練習会とか行った時はグラウンドいたりは。久保建英の後輩？一応。ああ、そういうことね。で、ユースは上がれたの？あ、そう、上がって。ユース上がったんだ。だって七瀬やってめちゃめちゃサッカーでは極めてたんだね、ちゃんと。サッカーは極めてました。だよね。一個の分野で言うと成功は多分成功体験はあるんだよ。だから成功体験あるより俺多分プライド高いと思うんだよね。プライド高いでしょ、正直。プライドは正直高いです。だよね。それがホストに繋がってきたらめっちゃめんどくさいですからね。売れないからやめるとかなったら。思ったんですけど、一応また新しいことを一から始めるっていうので、プライドは全部捨ててやるつもりでは。なんか面白いエピソードとか聞きたいですね。そうだ、21年間生きてきてさ、なんか面白いエピソードって1個あると思うね。滑らない話的なのない？今日新幹線で来たんですけど、今日21年間で今日21年のハイライトが起きた。3席あって、自由席な。一番内側座ってたんですけど、真ん中の人がずっとこうやってカメラ外側の人がずっとこうやってやって2時間ぐらいこうやってやりました。
それはまあ、まあ、縦社会厳しくなかったんですか？部活ずっとやってたってこと。厳しいっす。そうっすよね。はい。なんか目上の人に俺とかってあんまり言わない方がいいっすよね。あ、すいません。そういうとこもなんか。いやユースはね結構甘いのよ。高校の部活とユースがあるの。ユースでも20歳もあったら別に社会人やからそれは関係ないと思うんですよ。まあね、だから上下関係多分あんま習ってきてないよね。だから大学行って苦しまなかった？大学は正直言ったら緩い感じ。あ、緩いんだ。まあでもこのホスト業界に面接来てる以上全く関係なくて、自分がどういう生き方してきたとか、もともと陰キャでしたとかマジで本当に求めてなくて、僕らいいとしてその従業員の子たちと仲良くできるから、そこが想像した時になんかちょっと、言い方悪いけどツンツンしてる感じの一面が見えるかな。なんか嫌いになれないんだけどな。嫌いになれないけど刺さってんの俺だけっていうのすごい感じてるんだよね。こんにちは。はい、お願いします。21？はい。21にしては老けてるね。めちゃめちゃ。20？本当に？本当に 21？ マジで？なんか反町さんに似てる。あ、確かに。めっちゃかっこいい。かっこいい。かっこよくない？仕上がってますね。ね。なんかめっちゃ磨いたらすげえ良くなりそう。ダイヤって感じ。結構俺今ビビビビってきたわ。俺6期生で一番いい。なんなら結構ローランドグループの歴史変えるんじゃないかくらい結構俺マジなんか結構衝撃受けた。なんでポスト？薄いんですけど、お金稼ぎたくて。薄い。いい、潔くて。潔くていい。じゃあやばい。お金稼ぎたいんだ。なんで？お金持ちになって、なんか裕福な暮らししたいです。うわ、めっちゃいい。薄っ。なんでローランドグループだったの？僕もともとサッカーやってて、でローランドさんもサッカーやってるじゃないですか。それでローランドさん結構好きで、でローランドさんが募集してるっていうのを指令づて聞いて、行くしかないな。薄い。全部薄いな。それがいいわ。それがいいよ。みんな。ありがとうございました。オーラあるんですもんね。もうすでになんか。片鱗が。あれ21で醸し出せないよあれは。確かに。色気ありました。色気あった。確かに。マジで。しかもローランドグループにないタイプの顔タイプの顔。で、俺マジ6期でいっちゃんのエースだ。確かに。マジで。マジなんかこう引き込まれた。僕この2日間の中で一番良かったですね。こういう子を売れさせたいよね。不衛法で少し一瞬捕まっちゃいました。彼は合格不合格かじゃなくて、彼が何かをやらかした時に俺たちが数年間かけて我慢して作り上げてきたものが一瞬で吹き飛ぶっていうこのリスクがあるわけよ。彼が成功することは多くの色恋とかしかできなかったホストたちに対してすごい希望の光になると思うのよ。